皆さんこんにちは。さて、今カロラクロスに乗ってドライブに出てきているんですけれども、この車に関して世の中でいい意見とそれからネガティブな意見っていうのが出ています。最近生成 AI という機能がすごく充実してきていて、ネット上でこういったことが書かれてますよっていうところを AI が集約して教えてくれるっていうのがあるんですよね。 Google で検索をかけたりすると、ネット上ではこんなことを言われてますよっていうものが一覧でザーッと表示されたりするんですね。で今回はですね、このカラークロスの、AI がまとめた、ネット上でこんなことを言われてますよっていう評価の中でもネガティブな方に関して、どのように感じているのか、前回の動画の続きということでお話の方をしていきたいと思います。書かれていたのが、リアサスがトーションビームなので路面からの突き上げ感が強いという話なんですが、オーナーとして乗ってる時にそんなことはないというか、もっと突き上げる車ってあるんで、確かにフロントのところからするとリアの方の跳ね感っていうのはどうしても確かにトーションビームなので跳ねるんですけど、ただね、結構足回り柔らかい車なので、こうゴンと上がった時のガツンっていうこの角が立った入力っていうのはないっていうところ。羽にもいろんな種類があって、こちらは揺らしながら上下で揺らしていろんな衝撃を吸収していって、ゴンと上がる時も内臓に突き上げるような、そういった強い衝撃は与えてこない、柔らかいっていう形なので、その意味ではリアの方の跳ね感っていうのはそこまで気にならないんじゃないかなと。トーションビームなんだけど、トーションビームの跳ね感っていうのは結構しっかりと抑えていて乗り心地よくなっているのがカロラクロスだなというのが私オーナーとしての感想でありますので、そこに関してはそこまで気にしなくてもいいんじゃないのっていうふうに思うところでございます。書かれていたものとして後部座席が狭いというのがありました。でこの後部座席狭いというところに関して言うと、確かに座席が大きいので圧迫感を感じるっていうのはあるのかな。座った時に感じる部分としては確かにあるかなと。他のメーカーの同じ大きさの SUV であったりとかの方が、こう座った時の前方向の開放感が確かにあるっていう点でいくと、視覚的な意味での狭さを感じるというのは多分あるんじゃないかなとは思っています。それから物理的な広さとしても、多分ね、他のメーカーの SUV の方が足元をもうちょっと広く取ってたりする車種っていうのがあるので、そこと比べるとこの車の大きさにしては確かにもっと広いかと思ったっていう意味でのこう狭いなって感じるポイントがもしかしたらあるのかもしれないなというのは思います。ただね、オーナーとして後席座った時に感じるのは、いやでもね、十分広さはあるし使えるよというところがあるかなというふうに思います。でそれとですね、ドアを開けて乗り込もうという時の足元の狭さっていうところがもしかしたらあるのかなとも思うんですよね。足元狙って足入れていかないと、座席であったりとかドアとかっていうところに足ぶつけてしまうというところで、ピンポイントで狙って滑り込まなきゃいけないっていうような広さをしているんですね。その点でちょっと乗り込みづらさっていうのがもしかしたらあるのかなっていうのはあります。ですので、そういったところを総合してちょっと狭いっていうふうに言われている方がいるということなんだと思います。実用面でそんなに問題になるところもないぞというのがオーナーとしての感想というところになります。まさこれロールしやすいというか、車が傾きやすいというか、そういうところをワインディングとかで乗ってる時に指しているんじゃないかと思うんですが、これはね、我々の動画でもよくたまにお話しするんですけれども、他の例えばベゼルであるとか ZRV とかは我々でも持ってますけれども、そこと比べた時に確かに膨らむ感覚であったりとか、外に流れる感覚とか、体が揺さぶられる感覚っていうんですかね、ここはねあるんですよね。これって、もうこの車の柔らかい足回り、非常に乗り心地いい車なので、柔らかさっていうのがあるからこそそこが出てきているだけで、このカラークロス、上山もでかくて、高いところに座っていて、これだけ柔らかい足回りだとすると、なかなかそこはね、他の SUV と比べて劣る部分が出てくるのはしょうがないところなんじゃないかなとは思っていますが、ただこの形であったりと乗り心地に反して意外に粘るんですよ。これ多分トヨタさんのプラットフォームが優秀なんだろうなと思うので、そこが出ていて、実際にこの車で以前長野県の方の善光寺から裏の方に入っていく戸隠の方に抜けていくところで七曲りっていうすごいねヘアピンカーブがものすごく連続して、それも対向車も来てすごい狭いっていうね峠みたいなところを通ったんですけど、その時もね結構しっかりぐん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 そこは通過できましたし、峠とか走っていてもう振られて怖くて
走れないというそんなことはなくって、逆に意外にスイスイ走れちゃうなっていう印象もあったので、その辺りはねライバル車種と比較した時にライバル車種の方がよりいいなって感じる部分はあるのかもしれないですけど、この車単体で見た時に、そこが極端に劣ってるとかダメだってことは全くなくって、結構走れるじゃんっていうそういう評価になるんじゃないかなというふうに思います。パノラマルーフの IR カットがないので車内が熱くなりますという、これもしかしたら我々が発信している情報を拾ったの可能性もあるなとは思っていて、結構そこをよくお話ししてるんですけれども、今もこれガラスルーフ開けてるんですけれども、結構いい感じで日が入ってきて、今冬なのでポカポカしてあったかいですけれども、夏場とかね暑いって思うところは多いです。シェードが閉まるので、閉めてあげればこの辺りは結構遮光はできたりであったりとか、ダイレクトに暑さを感じるところを軽減はできるんですけれども、いかんせんやっぱりこの辺り IR カットしていない分、他の IR カットされている車よりも熱を感じやすいというのはあるかなと。これはもう事実としてありますので、カラークロスのオーナーさんでこのパノラマルーフつけてる方で個別に IR カットのフィルムをここに貼ってる方も確かいらっしゃったと思います。ここ IR カットはないぞというところはちょっと考慮した上でオプションはつけていただく方がいいのかなというふうには思います。ただ私はガラスルーフ推しですので、こうやって開けて走れること、これ自体がとてもレアなので、私はもうこの開けて走ることの楽しさ、気持ちよさっていうところ、非日常感、もうこれはいいと思うんです。確かに暑さはあるんですけども、いいポイントもいっぱいあるので、是非ね検討されている方はつけていただくといいんじゃないかなと思ったりもしています。こうやってネット上で出てる意見とかさまざまな情報をまとめてくれる機能ですごく便利だなと。そして出てきた意見って結構我々も感じているものも多かったなっていうところはあるので、結構精度高いんだなっていうのも思いました。一方でやはりこの多分カロアクロスに乗られてなくてステレオタイプで意見を出している方のものもちょっと拾ってきているところももしかしたらあるのかなっていうのも少しあったかなとは思うところではありましたが、いろいろな評価意見あるんですけれど、オーナーとして乗ってる限りにおいては、どの意見もそんなに気にならないというか、ちょっと気にしすぎなんじゃないのかなというところと、確かにあったらあったでいいんだけど、そこが絶対的なウィークポイントでこの車買わない方がいいっていう風なものでもなかったなというところであります。ですのでカラークロスに関してはいろいろあるとはいえ、やっぱりいい車だということにあまり変わりないんじゃないかなというのがオーナーとして感じたところでございます。で今回はその不評な点というところについて2回にわたって動画をお伝えしてきたわけですけれども、次はですね、いい点っていうところもちゃんと出てきたので、そこに関しても確かに書かれていることを実際にオーナーとして乗っていてどう思っているのかっていうところ、ここに関して別動画の方でお伝えしたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。ということで今回は、生成 AI の方で Google で検索をかけた時に出てくるこのカローラクロスという車のネガティブなポイント、上がってきたものに関してオーナーとしてどのように感じたのかっていうところをお話の方をいたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただけるようでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後もカラークロスに関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。